はい、どうも皆さんこんにちは。新田です。新田のダンススクールやってまいりました。はい、今回は講座の第30弾ということでですね、こちらもリクエストを多数いただいております細く大先生のですね、ボーイミーツイビルでございます。いや、皆様お気づきでしょうか。ご覧ください。このディスプレイですね、新しくなりまして32インチですね。今までご覧いただいていたディスプレイのサイズは 21.5 インチということでですね、大きくなってるってことは分かりますよね。非常に大きすぎて戸惑っておるんですが、本当にダンス見るときはね、もってこいでございます。これで、あと動画なんですけれども、一応 YouTube の統計みたいなデータ分析みたいなのを見たら、一番最初にやった細倉先生の19分ぐらいの動画が非常に見やすいというデータが出ておりまして、30分ぐらいになってしまうと30分かちょっと手が出しづらいというところもあるみたいなんで、19分ぐらい20分ぐらいの動画でなるべく全部収めていくようにしたいと思っております。このね19分20分というなるべくいろんな方々が見やすいなと思ってもらえるような尺に収めるところもですね、僕の技量にかかっているところでございますので、ここはねちゃんとこう僕の努力で突き詰めていきたいところでございますので、ね、ご理解の方よろしくお願いいたします。今回ねボーイミーツイーベル見ていくんですけれども、とにかく本当に細く大先生のダンスのスキルの高さを伺えるというところでございます。でダンスのスキル、ヒップホップがメインで、やってらっしゃいますよねっていうところなんですが、ヒップホップとはテイストがちょっと違います。ただヒップホップないしはそのポッピンとかいろんなそのダンスのところで培った技術が乗っかってきてるところであるので、スキルの高さが伺えるコンテンツとなっておりますので、楽しく見ていきましょう。43秒シェイク、ささやかに見ていきましょう。というところです。この一瞬なんですけれども、手がシャカッて動くこの瞬間が非常に大切で、一発目って結構大事なんですよ。自分って何なんだろうっていう時によくこう手を見るじゃないですか。これがパパって動くと。でこのパパって動くのが自分の意思で動かしてるのか、自分の意思じゃないもので動いてるのか、もしくはこの何かを動かすっていうことは何かを払おうとしてるのかみたいなところにもストーリーがこう展開されてくるじゃないですか。このテイストの絶妙感っていうところですよね。肩とか、指とか顔とかっていう何かをちょっと動かしてスタートさせるっていう意味ではいろんな方法があるんですけど、あえてここでこの見てる手をパパっていう風にこう払う振り、ここのこの絶妙な感じっていうのが非常に曲とマッチしてて、僕はねワーオってくるんですね。うわもってなダンスが始まる一発目ですね。一番最初の動きっていうのはよーく注意して見てると、こういうスタートになってるんだ、この意味は何だろうっていう見え方、楽しみ方ができるので、ちょっとそういうのもね、今後視野に入れてみていただけると楽しめるかと思います。というところでございました。からのですね、49秒材質チェック見ていきましょう。というところですね。今ここを歩いてくる瞬間なんですけれども、皆さんにね、注目していただきたいのがこのシーンなんですね。この服装よく見ていただきたいんですけれども、ここでなんでこの服装なんだろうかというところです。材質に僕ちょっと注目してまして、柔らかそうで、今ちょっと動いてるだけでこのささやかな動きでこれだけ服がこうなびくんですよ。そうなびくんですね。このなびくところがポイントで、今回こういう風にちょっとした動きでもささっていう風に揺れが見えるところがポイントなんです。きっとボーンドーンドーンっていうのがメインでダンスで出てくるじゃないですか。アクセントとして結構強めに出てくる。そのアクセントとして強めに出てくるヒットをより見やすくするための材質がこれなんですよ。この袖のボタンも止めてないじゃないですか。なのでかっちりさせてるというよりもちょっとこうラフな感じで柔らかく、なんかこう衣をまとうような、そのまとっているような雰囲気を見せると。材質が、非常に秀逸なポイントだなというふうに思ってて、ここはもう衣装さんあっぱれでございます。いやというところなんでね、ちょっとその材質確認みたいなところをしていきましょう。ちょっと歩いただけでもこの胸のあたりのシャツがファラファラって揺れる感じですよね。なんでその服を選んだのかっていうところは、ただなんかかっこよくて選んでるとかじゃないんですよ。ちゃんとそのダンスとかその機能性も考えられた上でその服装になっているので、衣装っていうところもまじまじと見るとなんとなくダンスと密接に関わってるんだなっていうところが分かります。今回靴がねスニーカーじゃないっていうところもポイントなんですね。からの1分1秒うがてハードヒット3連弾見ていきましょう。というところですね。右足左足右足という風に出していく時にヒットがドンドン
ドンっていう風に3連弾来ると、ヒットって打つのめちゃくちゃ大変なんですよ。で体に結構負担がかかります。とりわけ頭にブンブンってこれだけ揺れてるってことは、頭がね軽く脳震盪みたいになってるんですよ。なので揺らし続けてると結構頭が痛くなります。いきなりガンガンに打つっていうのは結構負担だと思うんですよ。ただ細木先生はねそれをやってのけてしまうっていうところで、非常に打ち方がいいっていうところもあるとは思います。で今見ていただいた通り、その3連弾のヒットがバーンバーンバーンっていう風に3つ来るんですけど、この時の服装が白いこのちょっとゆらっとするようなゆったりしたものだからこそ、ここのボタンが外れてるからこそ見えるヒットの強さっていうところにもなってます。細木先生のヒットが強いのもそうなんですけど、服装がそれを後押ししてるっていうところになるので、それを含めてもう一回見ていきましょう。というところです。揺れるたんびに頭の髪もブンって揺れるんですけど、服装も揺れると。ヒットを打つたんびにこれだけ揺れてくるっていうところで、服装がすごくこのパフォーマンスを後押ししてるっていう風になっております。からの、美しきかな10本の指1分7秒見ていきましょう。というところですね。この手の開き方が僕は個人的にはもう最高潮にツボでございまして、右手を見ていただくと結構わかるんですけど、この指の間隔ですね、指と指の間の間隔、開きすぎず狭すぎずっていうところが非常にポイント。からのこの左手かのこの親指の部分ですね、これまっすぐ伸ばしちゃうとこうなっちゃうんですけど、これがちょっとこうなってるから、ここの骨感が出るじゃないですか。手の骨感、ゴツゴツ感みたいなところが非常にポイントだなと思ってて、手がめちゃめちゃ綺麗ですよね。そして指が長いっていうところも今回パフォーマンスの中で非常に大事なポイントになってます。これ、ね、指開きすぎちゃうとこうなっちゃうんですよ。私みたいになっちゃうじゃないですか。でも狭すぎるとなんかまたこれはぽいじゃないですか。メスみたいな感じになっちゃうんで、表現力の高さみたいなところにつながってきます。見ていきましょう。というところですね。この上がってくるところの右手の出し方も含めて非常に、完成されているというところになります。からの、声とともに沈む1分11秒ですね。この2秒後に行きます。というところです。ジーっていうところで手がグーってくるじゃないですか。この時にポイントなのがその時の表情、顔です。これジーっていう時に手は下に下がってジーってやられてもジー感が出ないんですけど、ここで声のジーっていうところとともに首がちょっとグーっていう風に入るじゃないですか。その後の目と口の感じと、この手と体が下がっていくところと、このジーっていう声が全部が相まって、ここの1個のパフォーマンスが完成されてるっていうところで、これはね結構その音の表現、見せ方、音取りの仕方としてはめちゃめちゃ僕は好きなポイントです。重たさが出るじゃないですか。ここジーってやられるよりも、ここちょっと首を振って重たい辛いみたいな感じが出るから、踏ん張ってる感があるから、ここの手の動きのこの重さと顔と声が全部がこうその3層が合わさって重たさが僕らに伝わってくるっていうところのスキルになります。からの、贅沢な歌詞全部撮り1分25秒ですね。この後ですね、歌詞を全部体で撮るっていうところのすごさ、アメージング。というところで、最後に右でブレイっていうところでこういう風に来るところまでの歌ってる部分のパートを全部体で撮ってると、これすごいことなんですよ。っていうのは、息つく間もなくほぼ無酸素運動みたいな状態ではーってやる、もはや本当にダッシュ、一歩に対して一つの歌詞を取っていくみたいな、走りながら全部の歌詞を取っていくみたいな感じなので、本当に息つく間がないというところなんですけど、こことかねパパパパパパっていう風に歌詞に合わせてちょっとラップパートというか早口なパートのところでそこに合わせて体を動かしていくっていうところのスキルの高さですね。ここで全くそのスピード感が衰えないっていうところと、疲れを見せないっていうところが細木先生のそのスキルの高さになるので、それも合わせてもう一回見ていきましょう。というところです。ここに来た瞬間にちょっと一息つけるぐらいなんですけど、またすぐに踊り出さなきゃいけないので、もうここつかの間の休憩みたいな感じです。からの、1分34秒ブレないヘッド見ていきましょう。
というところです。この速い振りの時にここがビタ止まりしてて一切ぶれないっていうところの体幹の強さみたいなところですね。ちょっと見てみましょう。というところです。ここもささやかに一瞬なんですけど、バッて前を見た瞬間にこうやって動かす時、ここのストップ具合で他が動いてるっていう一個のアイソレーションみたいな感じになってますよね。空間ここだけ固定して他の上半身で歌詞を取ってくっていうところのある意味ちょっとコントラストというかその矛盾というかカオスみたいなところがあります。ここは動かしてる部分に対して動いてない部分を作るっていうのがむちゃくちゃ大変なところなんですけど、それがね本当に絶妙なのでもう一回ちょっと見てください。というところです。で口だけちょっと動いてるっていうところで今までとはまたちょっと違った見せ方ですね。ドンドンとかババ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 バって取ってるとことはまたちょっと違う感じの取り方になってると。ここも結構頭の中でスイッチを切り替えなきゃいけないところなので大変な作業なんですよね。からの1分44秒2トンジャンプ、はい見ていきましょう。これは細木先生の体重がね2トンに増えるっていうところですね。見ていきましょう。はい、これが2トンですというところなんです。これは冗談で体重が2トンになってるんじゃなくて、見ていただきたいのがシューズですね。この靴なんですけどソールが随分厚いと。こういう靴ってやっぱりその上半身と上とのそのセットなんですよね。あれだけのこのシャツちょっとかっちりめじゃないですか。言ってしまえば T シャツよりはちょっとしっかりしてると。でパンツもスキニじゃないですかってなった時にやっぱりこういうちょっと革のもの全体的なトータルバランスのコーディネートとして合っていて、プラスチキンヌードルスープですよねとはまたちょっと曲のテイストが違うじゃないですかってなってくると、そのトータルコーディネートっていう面ではこの靴が一番ふさわしいんですよ。で踊ってる時にもやっぱりこういう靴の方がパフォーマンス全体としてやっぱ映えるっていうのもあるので、こういう風になってると。先生といえばスニーカーですよねみたいな話をしてるんですけど、こういう靴でもやっぱ踊れてしまうんで、得意な靴はおそらくあるとは思いますが、そのダンス踊るシーンダンスのジャンルによって靴っていうのは、履き分けるっていうところはポイントになります。ダンスのスタイルによって靴っていうのは変わってきますよっていう話になります。からの、1分50秒身体能力の高さですね。とはいえやっぱ身体能力高いんですよっていうところを見ていきましょう。これですね。これ普通できません身体能力が高くてできる技なので、そういう意味も踏まえて、ダンスがただ上手いだけじゃなくて、そのダンスの上手さに裏付けられてる身体能力の高さみたいなところの一個の表れになります。というところですね。からの1分55秒最大可動域マックステンポネック、はい見ていきましょう。この3秒後ですね。はいというところです。ごめんなさい、こんなところで止めてしまってっていう方もいらっしゃると思うんですけど、ここ非常に大事なポイントで、首をよく使う動きがありますよね。でこの首の角度を見ていただきたいんですよ。ほぼこの地面と平行になるんですよ。これ結構じゃないですか。結構自分で入れた時にここの位置に行くっていう、皆さんもねこれぜひ一回やってみてください。待ってますよ僕ね、きついんですよ。グッてやった時になんかいけそうな範囲ってここら辺なんですよ。でも細木先生ここまで行くんですよ。ほぼ真横まで持ってきてると。でここからまたグッて真正面に戻す、ここの切り替えのテンポの速さと可動域の広さっていうところです。この首の可動域が大きいからなんですけど、これ前後は非常に取りやすいんですけど、横とかこの回転させた時のひねった時のこの可動域っていうのもその首の可動域につながってきていて、非常に言ってしまえばこれね結構首を酷使するダンスでもあるので、さりげなくパッとかっこよく一瞬でマックスのところに持ってってはいるんですけど、結構大変なことなんですよ実はっていうところも含めてもう一回見ていきましょう。というところです。ドン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 っていうこの3点セットなんですけど、ここをいともたやすくやってしまってると。これもねドンってこれだけじゃなくて、これ頭のてっぺんまでちゃんと見える状態まで落としてからここにバンってまた上げてくるので、これささやかにやってるようで、この3点ドン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 、これはかなりすごいことです。全部がねフルなんですよ。マックスの出力で踊り続けてるっていうところの凄さですね。体力もうそこはかとないですよ本当に。からの2分1秒ヒット見ていきましょう。はい
はいここですね。バーンっていうところ、これがこの両手を広げて一気にドンマックスのヒットを打つんですけど、おそらく今まで打ってきたヒットの中で一番大きく出力しなきゃいけないところなんですが、この前の細木先生の体勢ですよね。一回ダイナミックなジャンプをしてらっしゃると、宙を舞うんですよ。ここで飛んでらっしゃって着地してこのヒットを打つというアメージング本当にね、ヒット打つ前って準備必要なんですよ。せーのドンみたいな、ボーンみたいなところをやりたいんですが、ドーンいってからもう来てボーンって打たなきゃいけないっていうこの状況に対してこんだけのハードヒットを打てると。でさっきの話がここで結びついてくるんですけど、この衣装だからこの全身のドンが見えるからはですね、2分11秒バイブレーション、これちょいちょい見ると思うんですけど、ドゥ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 っていう風にこう音に対して体がブブブブって揺れるじゃないですか。これをバイブレーションと言います。まあここら辺もね身体能力の高さですよね。というところです。でーんドゥ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 っていうところでこの手を合わせるっていう瞬間なんですけど、ここに手を落としてくる時にバイブレーションググググググっていう揺らしが入っています。上半身ですね、この腹筋があるじゃないですか。これをグーってこういう風に締めると、で筋肉って力むとプルプルプルってなるじゃないですか。怒ってる人がもうっていう時ってもうっていうこの筋肉首ってなってる、これが揺れてバイブレーションになってるんですよ。だから怒ってる人はあれバイブレーションをしてるんですね。が揺れるじゃないですか。これがバイブレーションで、これをこの腹筋をグッて折る、もう腹筋にやりますよね。これをグーっていう風に折るような作業をすることによってこのブーっていうのを全身にドドドドドドドっていう風にやってると。へーって感じですよね。なので細木先生も若干っていう風に食いしばるじゃないですか。この質感なんですよ。これがあるからバイブレーションがなる。おそらくこの腹筋周りを締めてやってらっしゃると。足もねいい感じにスタンス開いてますねという感じになります。からの最後ですね、2分33秒、やばいアコースティックな音取り見ていきましょう。というところです。この手をアコースティックギターの一音一音に合わせて上げてくるイメージ、これがやっぱりその音取りっていうところで、こういうことをすることによってアコースティックギター最後のその切ないその旋律みたいなものが見えるんですよ。可視化できているというところ、ドゥンツカドゥ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 カっていうのはどちらかというと音楽を可視化するというよりも音に乗ってる自分を見せる方が優先ですよね。このダンスしてるぜを見せるのが前に来てるんですけど、これってダンスしてるぜっていうよりはどちらかというと音楽を前に持ってきたい時に使う、なるべくミニマムなもので1個の音を表現しようとする時に非常に有効な技術です。からのもう一個来るんですよね。こう手出してパッパッパッパ、これもねなかなか俺秀逸だなと思ったんですけど、ここに対してパッパッパッパっていう風にアコースティックギターとともにこの左手が上がってくる感じも踏まえて、すっごくいい振り付けだなという風に思いました。という感じでね見ていきましたけれども、いかがでしたでしょうかというところです。やっぱモニターでっかいといいですよねという感じで、ちょっとね時間がまた伸びてしまったので終わりにしたいと思いますけど、非常にヒップホップダンスだけじゃなくてこういうアーティスティックなどちらかというとコンテンポラリー寄りなダンスも細木先生できるんですよというところのご紹介になりまして、踊れるその幅、ダンスの表現の幅が広いので何やっても本当に踊れちゃう方なんだろうなというふうに思います。みんなそういうダンスでやってればそういうふうになれるのかっていうとそうではなくて、あとはその人のセンスとかそのポテンシャルの話になってくるので、そういう意味では非常にセンスが良くてポテンシャルの高いダンサーさんで、プラスちょいちょい見ていただいた通りそのヒットの強さだったりとかアクロバティックなことが一気にガーンってできたりとか、その首の可動域が広かったりとかっていう意味ではフィジカルですね、持って生まれたその体の強さ、可動域の広さなどがいろいろとこうパフォーマンスを後押ししていると。でそこに対してはしっかり体作りをしているのもあるし、持って生まれたものもあるしっていうところで本当にオンリーワンな感じですよね。なかなかここまでできるダンサーさんもいないと思うので、すごいですわなというところでね、細木大先生でございました。次マイクドロップやろうかなっていうところに思ってますね。
リクエストがありましたら下の方からよろしくお願いいたします。チャンネル登録まだの方はね、ぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それではまたお会いいたしましょう。ありがとうございました。よいしょ。